個性を持ったハンドルはワンプッシュでより頼もしく、ローエムガレージ。ものづくりって楽しいですよね。今回はキャンプなどで大人気のホットサンドメーカーに手を加えてみました。耐熱仕様のレザーカバーをつけた持ち手をワンプッシュで着脱。これを本体へ収納できるようにし、よりコンパクトになったので早速紹介します。製作するときに気をつけたポイントやデメリットもあるのでご覧ください。今回ベースになったギアは本体を上下で分割でき、フッ素コーティングされたフライパンとしても使えるタイプのホットサンドメーカーです。Split type fluorine coated sandwich toaster。それではギアの特徴を5つ、プラスおまけポイント2つの紹介です。まずギアの特徴1つ目。ワンプッシュで持ち手を素早く簡単に着脱できます。One push detachable。持ち手を本体に当てスライドして装着。外すときはボタンを押しながらスライドするだけです。2つ目は持ち手を本体へ収納できるようにしたのでよりコンパクトになります。More compact。収納時に本体の内面を傷つけないよう取り外した持ち手は保護カバーをかぶせています。保護カバーは椅子足カバーを利用し2つを紐でつなげたものです。3つ目は持ち手をアルミ製にして軽くしました。Lightweighting。軽くなったおかげでコンロの上で傾く問題が解消しました。これはもともとの仕様では持ち手が重く、コンロの上に置いた時具材に重量がないと傾いていました。アルミで作った持ち手は艶消しのブラックで焼き付け塗装をしています。4つ目はたくさんの特徴を持つレザーハンドルカバーです。 Leather handle cover。 その1、シリコンゴムを内側に挟んだ耐熱仕様であること。その2、カバーは内側にくぼみを設けてあり、すっぽけないようになっていること。その3、カバーを取り外してアルミ製の持ち手が丸洗いできること。その4、グリップの色を上下で変えているので裏返して焼いたか判別しやすいこと。これはアイボリーベージュとダークブルーグリーンの落ち着いた色合いで分けています。その後、ハンドルをヤギ側と牛ヌメ側で挟んで縫い合わせていること。アンティーク染色したヌメ側の方にはローエムグリッドとロゴマークの刻印で装飾しています。その6、耐久撥水コートを施してあること。ブレンドしたトップコートをミストで散布して半ツヤに仕上げました。
その7、縫い目を沈み込ませ出っ張らないように縫っているので、擦れによる糸切れの心配が少ないこと。糸はシニューをフラットスタイルで使用しました。そしてギアの特徴5つ目。それは収納の際、本体が勝手に開かないように留めるクリップです。Lockable clip cum hanger hook. このクリップはハンガーなどに引っ掛けておけるフックの役割も持ち合わせています。革の感触が心地いい。それにこの軽さ、ちょっと助かる。続きましてプラスおまけポイントですが、一つは本体を上下に分割する時の回して外せる角度を変更しました。 Change the angle at which it can be split. もともとの仕様より少し手前で外せます。おまけポイントをもう一つ。鍋式になる収納ケースです。 Storage bag can be used as a trivet mat. ロゴを打刻したレザーのミニタグを縫い付けたややクッション性のあるケース。本体を収納するこの専用ケースは2枚の鍋敷を組み合わせて作ってあり、スナップボタンによって分割可能で2枚とも鍋敷として使えます。今回のギアにおいて製作時に気をつけたいポイントは2つ。端的に説明します。 Point 1. まずギリギリに収納できるぐらいの持ち手の寸法の見定めです。 Point 2. それとハンドルを取り付けた時にガタがないようにする調整です。なお今回使った材料は動画下の説明欄に記載してあります。そしてデメリットと失敗ですが、それは元の既製品の状態より持ち手が短くなったことです。長い持ち手の方が使用の際は扱いやすいです。でも短くなったからといって不便までは感じません。キャンプなどで大人気のホットサンドメーカー。これに手を加え、
耐熱仕様のレザーカバーを装着した持ち手をワンプッシュで着脱。それを本体の中へ収納できるようにして、より個性的に、より頼もしくなったギアの紹介でした。